皆さん、こんにちは、こんばんは、ひろしちょうです。今回はバージョン 4.4 で工場ガチャに追加される妙慶の性能について解説していきます。貴重な男性キャラかつ、唯一無二の性能を持った頼れるお兄ちゃんです。それでは行ってみましょう。まず、基本性能から見ていきます。妙慶は物理・炎属性の強行であり、グローバル版1周年で実装された初の副属性キャラです。スキルは標準的な倍率の攻撃に加え、26% の物理・炎ダメージバフ、そして4つの生成物を召喚します。この生成物は継続的な攻撃を発射し続けるのに加えて、この攻撃をスキルボタンを押すことで生成物に跳ね返すことができます。こうして生成物に攻撃を跳ね返すことで、生成物が活性化し、防我の境地に入る準備ができます。この防我の境地こそが妙慶最大の特徴と言ってもいい状態であり、なんと敵の体力が満タンであろうと、問答無用で敵を即死されます。活性化まで終われば、後の発動までの手順も簡単で、回避後に通常攻撃を長足しすることで、防我の境地に入る。この状態で通常攻撃を敵に当てることで、名山が発動。これによって、プレイヤーの攻撃力の2万倍以下の HP を持つ敵を即座に倒すことが可能です。注意点として、この即死攻撃は一度の防我の境地で3回までしか発動しないこと。プレイヤーの攻撃力が足りない場合は、高倍率のダメージを与える攻撃になること。そして、防我の境地のクールダウンは200秒と非常に長いことが挙げられます。さて、次に妙慶のもう一つの特徴である蛇の鎖について説明していきます。こちらもスキルで生成物を召喚していることが発動条件となっており、生成物がある状態で次の攻撃を当てることで蛇の鎖を付与できます。一つは敵にもう一度スキルを当てる。もう一つは通常攻撃5ターン目を当てる。最後に回避攻撃を当てる。これらの攻撃を当てることで敵に蛇の鎖を付与して継続的なダメージを与えるとともに、敵にダメージを与えるたびに自身の体力を回復できます。そして蛇の鎖の最も強力な効果がプレイヤーから受けたダメージの 30% 蛇の鎖を付与された敵に連動させる効果です。これは簡単に言ってしまえば蛇の鎖は全てのダメージを 1.3 倍にする効果と言えます。この電動ダメージは使用している武器と同じ属性のダメージを与えるため、妙慶は全属性のサポートができる汎用キャラと言えます。また、武器を貫突することで電動ダメージが 50% になるため、全属性で火力を 1.5 倍にできる頼れるお兄ちゃんになります。電動ダメージは使用しているアタッカーの火力に依存することから、今後アタッカーがインフレすればするほどその効果は大きくなるため、体付編成とまではいかなくても、サポーターとして長く使っていける性能と言えます。蛇の鎖を敵に付与する際は、スキルの後に回避攻撃を当てるのが一番楽だと思います。次に、突効果については、一番重要な貫突の効果を見ていきます。貫突の効果は、蛇の鎖の対象が1体のみの場合、電動ダメージが 50% にアップする効果。これにより、ボス戦などでは全ての火力が 1.5 倍となる超強力な効果です。妙慶をサポーターとして使いたい場合は、ぜひとも欲しい効果なので、貫突を目指して闇市コインを貯めておきましょう。次に、ポリションについて見ていきます。2セットは、蛇の鎖の対象を4体から5体に増やす効果。物理・炎武器を装備していたら、物理・炎攻撃力がアップする効果。蛇の鎖の対象が増えることで、集団戦に対してより強くなり、攻撃力アップも物理と炎の両方で使えるお得な効果となっています。4セットは敵を蛇の鎖状態にする攻撃を当てたとき、自身の物理・炎攻撃力が上がる効果。そして最終魚ダメージがアップする効果。妙慶を使用する場合には確定で発動してくれる嬉しい効果です。貴重な最終魚ダメージアップを持っているので火力を底上げしてくれるでしょう。アバター特性は最終魚ダメージアップに加え、物理の基礎攻撃力を他の属性の一番高い基礎攻撃力に合わせる効果と、妙慶の武器で与える通常攻撃ダメージがプラス 50% される効果。基礎攻撃力とは、ステータス画面で攻撃力をクリックすることで表示される左側の数値のことを指しています。これまで物理属性を育てていなかった人でも、物理属性で戦えるようになる非常に便利な効果となっています。通常攻撃ダメージアップ効果は、妙慶をメインアタッカーにする場合に有効であり、倍率も 50% と高いため、なかなか優秀です。ただし、妙慶自体のアタッカー適性はそこまで高いとは言えないため、可能なら限定武器をアタッカーに据えるのが無難です。ここまでの内容をまとめると、妙慶は貴重な即死持ちかつ全属性で使える火力サポーター。その汎用性から、ユーザーの戦闘はもちろんのこと、
強力なエネミーの撃破や討伐の秘密処理にも使われる、個性満載の頼れるお兄ちゃんです。特に物理、物属性のサポーターとして優秀なので、サポーターに困っていた方はぜひご検討ください。ここまでのご視聴ありがとうございました。今回は妙剣の性能について解説をしていきましたが、いかがだったでしょうか。今後も登場に追加されるキャラについての性能解説動画を出していく予定なので、今回の動画が良いと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価での応援をお願いします。それでは次回の動画でまた会いましょう。お相手はひろしちょうでした。バイバイ。